セルジオ・ベルツ選手リング上でどうぞ。The cage, you know, that's just something I've been doing my last 29 fights, you know, besides my first pro fight, so that's something I'm used to. Yeah, it felt lovely though. The canvas felt nice, the rings, the ropes felt very powerful and good strength. So the ring felt like it was mine, like I should be in there. I'm excited to go out there and put some hands on Horiguchi. Last time I ended up with a spinning back fist, and see you guys tonight. まあそうですね、そこまでなんか思うとかはないですね。淡々とやることをやろうかなっていう感じです。なんでいつも緊張しないの？なんで？だっていつもやってるじゃん、練習同じじゃん。同じけどでも人によるでしょ。会場に関してはどうですか？初ですね。代々木のメインってキッドさんが4秒の K を出したとこなんで、自分もメインじゃないですか今日。ちょっと同じようなものを感じたいなと思ってますね。はい。宇佐美翔パトリック、野生の強さを取り戻した僕を見てほしい、そう訴える一人の青年、日本人ファイターがここにいます。八王子市役所のスイーパー、徳延和樹。負けたままの自分をクリーンアップし、もう一花咲かせてみせるか。さあ第1ラウンドが始まりました。まずですね、センター取ったのは宇佐美でありますけれどもね。そうですね、最初はお互い感じにタックル狙おうとした。そしてタックルに行こうとしたところ左フックを見せました。下見せて、上打ちましたね。僕そうタックル入らせる距離感ではいなかったですずっと。はい、反応できてるよ。あの一歩がだいぶ違うんですよね、ほんまに。最初のなんかタックルで切った時にもうこれ佐藤のペース距離感やなっていうのは一発目でありましたね。宇佐美の MMA の師匠でもあるストラッサー・キーチです。デビューの頃からずっとこのストラッサー・キーチが指導しています。ダウンを取った。さあここで組みついた。さあしかしよっと離れたところ、効いた。カウントアウト、逆転。野生モード外れ。逆転勝ちを決めました。鮮やかなノックアウト、宇佐美翔パトリック。頑張れたから。いや僕も本当にこのおかげで頑張れたんで、ちょっとして変われました。ありがとうございました。お久しぶりです。多分テイクダウンディフェンスをすげえ練習してきたと思うんで、そのフェイントで自分から攻めたら当たってダウンしてたじゃないですか。そこがやっぱちょっと追いすぎたっていうか、もうちょい冷静にやっぱ効いてたんで仕留めなきゃと思っていって、近い距離になってババンってやられて、自分が苦手な距離でやっぱやっちゃったんで、あそこはもうちょいしっかり練習してきたことが出せてなかったんで、それが敗因ですね。でも楽しかったですね。久しぶりにやっぱこれが一番大好きなんだなっていうのがまた再確認できたし、またこの舞台に戻ってくれるよう、公務員ですけどもう一回作り直して、やりたいなと思ってます。一発危なかったっすね。でもオープニングにして仕事したでしょ。よかった。すごかったわ。めっちゃ苦しかったっすね。ほんまに今回すごいプレッシャーやったな。ほんまに苦しかった。最後見えてこうちょっとずらした時にバランス崩してましたね、自分が。で一発ちょっとテンポにトーンと当たって、その時に相手が多分ギロチンかなんか僕の頭を押さえようとしたんですけど、抜いていいかなと思ってブワーって振ったパンチが当たった感じですね。今日のこのスタイルをしっかり確立していって、木内さんとしっかり作っていって、トップとしっかり絡んでいって倒していきたいですね。41日前、勝利に飢えていたがゆえに自分のことしか見えなくなってしまったベイノアに浴びせられた地鳴りのようなブーイング。試合後に殺到した厳しい言葉の数々。
ライジンから去れ、この世から去れ。本当の最終のジャッジはファンだからね。この男が本物か偽物か査定マッチ。極真の黒豹は我々に今日何を見せ、どんな答えを出すのか。極真の黒豹とは名ばかりの迷える黒猫ちゃんにライジンファイターに必要なものを教えてやるつもりが、自らがまさかの大失態。ジョニー・ケースは前日計量でまさかのプラス1キロの体重オーバー。対戦相手のベイノアがこの試合を承諾したため、レッドカード提示のペナルティーを受けた上での試合となります。ただやると決まれば判定までいったら少しも気持ちよくないだろう。ベイノアよ、サークリングは必要ない。真っ向勝負、お前を慈悲なく叩き潰してやるジョニー・ケースです。さあキュルージュ、左のフックでガクンと落ちた。そこからのテイクダウン。いや、ずるいよと思いましたよ。絶対来るだろうと思ってたんで、そこは行けという声もありつつしっかり我慢して自分のターンになるから待ってたんで。ちょっと息も上がってきたジョニー・ケース。そこにベイノアが出ていく。これはチャンス。で右ストレート。しかしここはタックルでそのまま外に落ちてしまった。これはアクシデントです。吹っ飛ばされたなって思いました。まあでもそれのダメージとかもなかったんで。My gas got really tired. The conditioning was good, but the weight cut really took it out of me. スタミナ的には全然平気だったんで、あんまり相手を休ませたくないなと思ってました。はい。行けよ。もうここだ。思わず行けよって言っちゃいましたね。まあ仕事からももう行けと。いやーでもね、フィニッシュしたかったですけどね。本当に。前に出るブラックパンサーベイノア。タックルか。最後にタックルに行ったのはちょっとわからないですね。その時の僕に聞いてみたいですね。はい。3対0、ブラックパンサーベイノアがみそぎマッチ。減量失敗もありましたジョニー・ケースから判定勝ちを奪いました。So wait, I only lost the fight because I had a red card? Yeah. That's the only red card, yeah. So I won the fight, but... This happens, fighting. Fighting sucks sometimes. It's really good when we win, not so very good when we lose, but thank you guys for having me back, Ryzen. 減点なかったらどうなんだろう。ジャッジが気になりますね。減点ありきだから。まあ。いやでも勝ちでしょ。本当ですか。そもそも向こう経路オーバーして戦わした。まあなんとか勝ちを拾えたので。本音で言っていいですかね。不合格です。一定の評価はもちろんしますけど、やっぱりベイノア選手に対してもっと求めるものがあるんです。多分ファンもそうだったと思うんですね。今日の試合で満足はしてほしくない。まだまだ成長が必要だと思うんで、一試合一試合勝っていけば、まあおのずと見えてくると思うんで、頂点が、まあ、しっかり勝っていくと思います。How do you feel now? Amazing. I had my best sleep before fight night, so I'm feeling very good. カリフォルニアの太陽が育んだバトルエンターテイナー、赤毛のバーサーカースパイク・カーライル31歳。大臣ライト級戦線台風の目、韓国レッドホース MMA よりキム・ギョンピョ 85% の決定率。一方スパイク・カーライルに至ってはなんと 93% の決定率です。最初注目ですね。はい。スピードパンチ、左につなげた。I think it was honestly the first punch. They say I dislocated my hand. I've been training a lot of my southpaw, so after my hand I had to make an adjustment, and that's why I fought more orthodox and check hooking. ちょっと待
バッティングがありましたが構わず戦う。膝だ、サイドパンチ、左カウンターライト、いや、どんどん前に出る、extremely focused fighters, like Terminator machine, like so. 이들하기보다는 2라운드까지는 근소하게 이기고 있다 생각했는데. カーライルはお互いに判定を狙っているものじゃないので絶対に決着がつくとは話していました。3ラウンドまで来ています。キム・ギョンピョがここまでペース握っている。そうですね。膝、さあ来た、ここでテイクダウン来た。さあ初めてのグラウンドの展開、しかし立ち上がる、バックに回る、逆転か。 이게 너무 딱 타이트하고 거기서 좀 힘들겠다라는 생각이. スパイク、カーライル生き残りました。Good fight, brother. Thank you. 감사합니다. 감사합니다. Yes. Good fight. 감사합니다. Thank you, brother. I want to fight winner of Gustavo versus Satoshi for championship. So Gustavo or Satoshi, I won't fight. Arigato gomenazai, Nippon. まあいつも通り、はい。まあしっかりぶっ飛ばしたいなと思ってますね。はい。Me and Horiguchi are about to go to war. Make sure you guys tune in. I know you want your revenge, but I'm here to make sure that don't happen, brother. Let's go. アメリカコネチカットからここ東京に戦場を移してのリターンマッチ。セルジオ・ペティスの返り討ちか、堀口教授のリベンジか、3度目はありません。いよいよメインイベント決戦のゴングです。あいつはラッキーブローで教授に勝てたんだ。もしそう思っているなら日本の教授ファンはきっとまた悲しい思いをすることになる。相手を動かし我慢を続け必然のミステイクを誘発する。2年半前もそうでした。しびれを切らした堀口は自ら動いて墓穴を掘っています。金網の銀河系軍団から日本初上陸を果たすザ・フェノム、第9代ベラトールバンタム級チャンピオンセルジオ・ペティス。掴みかけた勝利、こぼれ落ちた王座、バックブローに沈んだ悪夢の逆転 KO から2年半。やられたんだったらやり返すしかないでしょう。コネチカットの敵をここ東京でバンタム級時代の借りを返すためリングに向かう堀口教授です。あの時立ち上がらなければ勝てたのか。今夜堀口教授はどう戦う。26歳の春電撃参戦からライジン16戦目、堀口教授33歳の初夏です。あの日から2年半です。さあ3度目のない戦い。ここは国立代々木競技場第一体育館です。スリラー in 東京、いよいよ開幕です。さあ第1ラウンドのゴングが鳴らされました。いつものように左足前の構えです。まず中央を取るのが堀口です。Game plan was the same as last time. I keep the fight standing, try to pick him apart in the feet. I knew he was trying to, do what he did last time as well, take me down and hold me and control me, just like in the first fight. Again, trying to keep it on the feet, stuff the takedowns, with some flash. That's what you talked about the last fight. 左手を伸ばしながらです。向こうは、作戦なんですけど、自分がもう足使うって知ってるんで絶対詰めてくるだろうなと思ったんで、そうするとやっぱスタミナも結構削られちゃうんで自分から詰めちゃえば相手も結構面食らうと思ったんですよ。左首を抱えながらです。一旦距離を取ったハイキック、これがある力
短い距離でも接近戦でもあるんですよね。全てが最高レベルですよね。右振ってきたオーバーハンド堀口、左フック、一瞬膝をついたぞペティス。左角度なんですよね。ローキック、ローキック。わざと気をつけ。キャフ、キャフ。いいよ強烈。もう踏みつけであったりサッカーボールキック、これもライジング。右。チェックしてましたね。ハイキック、今度堀口だ。さあ展開変わるぞ。シングルレッグドライブかけて上を取れそうです堀口。まだセンターをつけていない。そうですね、グラウンド。はい。さあ上を取りました。He didn't get started soon enough. I think that's something we as a team got to work on. He's had so many championship fights where he's really good at fighting 5 rounds. Usually the first 2 or 3 rounds kind of matter, but not as much as a 5-round fight. You know, that's the difference. More time to adjust, more time to. ペースはつかめてきたなと思って、でここからまあ2、3でちょっとペース上げていこうかなと思って。またニータップ。これ対応できてないですよね。抱えながらですね、押し切った最後取ってます。Good pressure, good pressure. 押し込んでいく。Not only that, Horiguchi did a great job controlling me. You know, corner kind of shuts you down a little bit, kind of hard to work up. パウンドも堀口選手打ちにくいし、ペティ選手も動けないなんで、だからお互い止まっちゃうっすよね、攻防が。He always defends good, you know. No good guard. Yeah. It's hard. Yeah, hard to defend. じゃあまあ防御しかしてないんですよ。だからそれがちょっとうぜえなとは思いました正直。自分の中ではいい具合にいってるけど、またつまんねえ試合だなっていうのはよぎってきちゃったんですよちょっと。バックスピンキック。飛び技予想しない技来るんで、そこだけだなと思ってたんで。ショートフック、ショートフック、ショートフック。前に出始めてるんで、何か変化あると思いますよ。カポエラのような動き見せました。近い。結構予定。右だ。ガーブロックです。まあでも剣道左に振ってきた。Felt good. I was trying to do that the whole time. He just, got into these entries, nice fakes and feints. どうか踏みつけ。どうか踏みつけ。これ早速仕掛ってきたライジンルーム。サイドに回ってさあダッションあれもう全然浅かったの。入る時と入んない時分かるんで、あこれ入んない。冷静に対応しました。そうですね。立ちましたか。膝だ。鈴木選手まだありますね。リードのジャブを振っておいて左に流れて打ってくる。笑ってんだもん。笑う場合じゃないから。最後の方さ、もういいや殴り合っちゃおうかなとか俺バカマジで。3ラウンド目に見合った時にそれをコーナーが「あキャース!」って「まだ!」みたいなそう止めてくれた。男なんでやっぱグッとなっちゃう時もあるんで。そうですね、堀口選手はもう倒しに行こうとしてるんで。ワンツー左だ。左フック返してきた。もう帰りをもらわない。逆に先を落として。The crowd was filled from the beginning to the end. Being the heart of martial arts, you could feel that this is the heart of martial arts. Feeling fight in Japan again? Would you like to? Oh hell yeah, man! That's what I'm here for, you know. 最後です。ここで試合終了。最後笑顔でシェイクハンド。赤堀口恭司。やられたんだからやり返すしかないでしょう。リベンジを果たしました堀口恭司。Japanese fans, thank you guys for all the love and support. Sorry I came up short, but I know you guys wanted Horiguchi to win anyway, so it is what it is. Thank you guys. Sorry about that. It's all about who did the most damage. I feel like we're set up for a trilogy, honestly. I feel like that's what it should be, I feel like I come back here, he comes back to the United States, and we settle this. The score is 1-1.
I tell you this, he's very committed to want to fight in Ryzen. He wants to become the bantamweight champion of Ryzen. I'm to the point, I was talking to my teammates, I want to go home and build a Ryzen ring in our gym and get used to fighting. We got to get better. So I feel like I learned a lot tonight. Luckily, I'm not knocked out or submitted or, cut or any of that, so I'll be back very soon. Uh, 誰が負けるって言ったやつ負けねえよこの野郎榊原さんありがとうございます以上一回一区切りだみたいなどこになるかまあそうですねどうなるかちょっといろいろみんなと話してるやっぱり海外に挑戦したいなっていうのはありますけどどうなるんだろうなっていう UFC になりアピールポイントにはすごいなった試合かもしれないですねしかもバンタムですからね1階級上げてるんでちょっとはいいアピールになったのかなとは思いますねでももしこの堀口さんって大宮フライだったら日本人ばっかになりますよねだから UFC はそれを求めてないんですよ多分だからそれ取らないのかもしれないしだから自分が多分バンタムでいくっつったら通ると思うんですよそう逆にそう格闘技やってる以上始めた頃からそこを目指してたんで取りに行きたいなと思ってます